皆さんこんにちは、カズマです。レスリーです。今日は僕らがどうやって知り合ったのか、付き合うまでの経緯を説明していきたいと思いますまず僕は、メキシコで今プロボクサーの活動をフリーでしながら、トレーニングの以外の時間とかは日本食料理店で働かせていただいてるんですが、そこの日本食料理店のボスと彼女が欲しいっていう話をしてたんですね。でそこの、僕のボスが、女の子を探してあげるよっていう風に話をしててくれて、である日、ボスが急に女の子の写真を見せてきてくれたんですね。どの写真か全然覚えてないですけど、すごい可愛いメキシコ人の女の子の写真を僕に見せてくれてきて、でこの子を紹介できるかもしれないよみたいな話になって説明してもらったら、僕が今働いてる日本食料理店でケーキを売ってるんですけど、そのケーキ屋さんで働いてる女の子がレスリーだったんですね、で近いうちみんなでご飯食べに行こっかみたいな感じで話は終わりました私のボスも、カスマの写真を見せてくれた。かっこいいと出た。ちょっとかわいいと出たなんかいつも私はかわいいと言ったら彼は怒るんだけど本当にかわいいと思ってためっちゃ茶色のヘア。ああ、そうですね。その時はね、この写真こういうじゃないで結局なんだかんだご飯行くっていう風な話になってから、なかなか話はまとまらず時間は経ったんですけど、結局僕のボスから、ご飯この日に行くことになったから開けといてっていう風に言われて、僕もテンションが上がってて、日本食レストランのモグっていうでっかいお店があるんですけど、そこで僕のボスとボスの奥さん、レスリーとレスリーの働いてるケーキ屋のボスとその奥さんとあと僕、合計6人でお見合いみたいな感じでまるで結婚前提で付き合うかのような状態で日本食屋でみんなでご飯を食べました。その日の前に全然会えなかったし、全然そうだね、話してなかったし。で僕が集合場所に着いて、でレスリー見た時髪が長くて綺麗な子だなっていう印象でしたもうこんな私はなんかめっちゃそうなんと言ったらいいのかなと思ってたから言わなかった本当に嬉しかった。そうだね、全然喋んなかったもんね、そうなんです。だからみんなでご飯食べてる時、僕レスリーの隣の席に座ってたんですけど、全然2人の会話としては僕も喋りたいんですけどこの子は日本語が喋れるって聞いてたけど、それほどなんか雰囲気的に喋れそうな感じもしなかったんで、僕らの会話はレスリーが趣味は何って聞いてきたんで、僕はプロボクサーをやってるんで、そういうトレーニング関係のことだったり、あとまだ始めたばっかの趣味なんですけど、カメラで写真を撮ったりとか、そういうことが好きなんで話してました。多分聞いたよね。俺コミュニケーションするときに多分一方的に聞かれてること絶対そうだね。覚えてる僕も確かレスリーに趣味聞いたんですけど、2人とも全然覚えてないです両方僕両方とも結構抜けてるんで、よく物忘れします。で日本食料理店でそこまで仲良くはならなかったんですけど、ちょびっと喋って、私は前は日本人とデートしたことなかったから、だからなんと言ったらいいなんと言ったらいいなと思ってたから、何も言わなかった。本当に友達、日本人の友達もいないし、翻訳するんだけど全然話さないでしょだから難しい。翻訳は簡単だから、コミュニケーションは全然できなかった。でそういう感じで、その日は WhatsApp、その
携帯の番号だけ交換してでまあバイバイってしました、あと他にそのご飯食べてる時にレスリーが一回トイレに行ったんですね。でそこでレスリーが働いてるケーキ屋さんのボスは常に僕に目を配らせていたみたいで、そのレスリーがトイレに行った時に僕がレスリーのこうやってケツを見ていないかどうかすごいチェックされていたらしく、でも僕はその時レスリーがトイレに行く時に彼女のお尻をじろじろと眺めるようなことはしなかったのでそのケーキ屋さんのボスはレスリーに対して、彼はいい男だっていうふうに言ってくれたそうですお尻見てそれでそのお見合いみたいな食事会の後、食事会終わった後に僕らは WhatsApp の番号を交換してたんで、その後にまあ普段から連絡取り合ってて、でレスリーが近々、日本に翻訳の仕事で行くっていう話になってて、じゃあレスリーと会うのはレスリーが日本から戻ってきた後だなっていうふうに僕は思ってたんですけど、普段連絡してる時に、レスリーが日本行く前に会えるよっていうふうに言ってくれたんで、そのお見合いの後にレスリーとデートができました。で僕らが初めてデートしたのはメキシコのポランコっていうすごい綺麗な綺麗な地区で、そこでゆっくり散歩しながら話しながらショッピングモール行ってコーヒー飲んで、コーヒー飲んだりして、その日は結構早く帰りました、なんでかっていうとレスリーがもうその後に予定を入れていてでその予定はレスリーが家族に誕生日プレゼントを買ってもらうっていうことで早く帰らなきゃいけないからっていうことでレスリーと3時間ぐらいだったかな、多分ね大体3時間ぐらいあって家の近くの駅まで送ってってバイバイしました。だからその日は結構会った時間が早くて、その前日 WhatsApp して明日何時にするってレスリーに聞いたら、レスリーは朝9時からにしようっていうからこれ文化の違いなのかなって勝手に思ってたんですけど、単純にその後に予定が詰まってたから朝9時からだったんですね。あまり時間がなかったから私はねその後で本当に毎日WhatsApp で連絡していろいろなことについて話してたよね、私の出張についていろいろな写真とビデオ、送ったね。なんかアイドルのライブのそうなんかまた翻訳と別の仕事らしいんですけど、でレスリーは日本のハロウィンが終わるギリギリまでいて、渋谷のハロウィンでコスプレして楽しんで、帰ってきたんですけど、写真こんなのでもそのコスプレはメキシコ風のすごいメキシコっぽい、多分日本で誰とも被らないようなコスチュームですねこれ。私の方ででレスリーが日本からメキシコに帰ってきてからまた僕とレスリーが母さんの誕生日だったのに、そうだね、僕の誕生日に2人で家で会うことになりました。で僕がたい焼きがすごい好きなんでレスリーにそれを言っていたら、日本でレスリーはたい焼き焼き器を買ってきてくれて、で僕の誕生日の日に僕の家で2人でたい焼き作って食べてね、僕がたい焼き作り終わった後にレスリーに付き合うかみたいな感じで、そうやって付き合うことになりました、でもレスリーはその日すごい体調が悪かったらしくてごめんね恥ずかしいで、レスリーが僕の家来た時にもあんまり元気なさそうだったんですけど、ちょっと無理して来てくれたらしくて、でたい焼き作り終えて僕とレスリーが付き合うことになって、その後ですね、レスリーはもう体調悪くてソファーでダウンしてたねその日はレスリーが体調が悪かったんで、僕はウーバー呼んでウーバーでレスリーが帰ってきました。はい、そういう感じで僕らは知り合いました。なんで僕の働いてるレストランのボスのおかげであり、レスリーの働いてるケーキ屋さんのボスのおかげであり、お見合いのようなファーストミーティングであり、いろんなことがあって付き合いました。
はい、そういうことで、僕とレスリーはもう付き合って大体今で7ヶ月になるんですけど、まあ、やっぱり文化の違いだとか、まあやっぱ言葉ですね。僕が日本語、まあ、僕はスペイン語はほとんど単語をちょっと知ってたりするぐらいなんで、スペイン語では全然話せないし、レスリーも日本語が完璧かって言ったらやっぱ全然完璧じゃなくて、その細かいニュアンスがやっぱ違ったりして、お互い喧嘩をすることは結構あります。そんなわけないよ。そんなわけないよ。いや、あるよ。でも普段はまあ仲良くやってます。はい、以上で僕らの馴れ初めでした。はい、これからも喧嘩をしながらも仲良くチャンネルをやっていきますんで、ぜひぜひこのチャンネルをよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。ブイー